こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、マイクロビットで Python を始める 1Python エディターの使用方法についてお送りします。マイクロビットのプログラムの開発には、初心者用にはメイクコードが使用されることが多いのですが、中級者以上では Python を使用する機会が増えてきます。このような中級プログラマーに用意されているのが Python エディターです。Python エディターは、このスライドの上部にある URL より使用することができます。こちらは Python エディターの画面構成となります。左側のバーがリファレンス、アイディア、API、プロジェクト、設定のボタンが配置されています。リファレンスにおいては、本コマンドの使用方法が解説されています。アイディアのボタンでは、プログラム例がいくつか紹介されています。API は高度な機能を持つ命令についての解説があります。プロジェクト管理は、プロジェクト名の設定やファイルの追加などが行えるようになっています。設定は言語設定や文字の設定などが行われます。中央がプログラムエリアとなっています。ここでプログラムを書いていきます。その下にはマイクロビットにプログラムを送るボタン、プログラムを保存するボタン、プログラムを開くボタンが配置されています。右のバーはシミュレーター画面となります。右上はマイクロビットの動作を確認できる画面で、その下はシリアル表示、ここではエラーなどが表示されます。その下は各センサーの値をマニュアルで操作しシミュレーターで確認することができます。Python エディターを最初に開いた場合、英語表示となっていることがあります。その場合、歯車マークの設定ボタンを押し、ランゲージを選択します。そして日本語をクリックしてクローズしてください。すると日本語表示となります。それでは実際に Python エディターを動かして説明を行っていきます。それでは Python エディターの使い方を見ていきましょう。最初にこの画面からここの Python エディターをクリックします。そうするとこういう画面になります。真ん中にプログラムエリアがあって、こちらの方にガイドがあって、こちらにシミュレーターがあるというような形になります。で、こちらはリファレンス。これは基本的なコマンドですね。ディスプレイだったらこういうようなものとか、そういうのがここで見ていくことができます。そしてアイデア。これは使用例ですね。ここに使用例のプログラム。こういうふうなアイデアがありますっていうのをですね、プログラムが例としてあります。そしてこちらの方が API というのが高度なコマンドですね、についてのリストがあります。数学だったらこういうような、関数がある。これをこちらで使うことができるとか、そういうようなことですね。そして、プロジェクトの管理。こちらにプロジェクト名をここで付けてやって、テスト100なら、こういう形で付けてやって、で、このプログラムをこちらの方で保存します。保存は、ダウンロードされます。ダウンロードファイルに、こういう形で保存されるということになります。こういう形でですね、保存されます。ダウンロードファイルに保存しました。で、これを開く場合はこっち開く。またはここですね。そして、保存されたファイルを選んでやってこう開くっていうような形になります。で、ここがプロジェクトのリセットっていうのは、これは新規に作るときですね。無題のプロジェクト。で、ここひな形がここ出てます。で、作るとき必ずですね、from microbit import asterisk っていうのがいりますので、ここは消さないようにしましょう。そして、こちらですね、設定のところです。で、言語がもしも英語になってたらこうなってますので、これを
ランゲージを選んでやって日本語にして使ってみてください。そしてこちらをヘルプの画面になります。そしてこれはこういうふうに、閉じた状態、開いた状態に変更することができます。そしてこの部分ですね、がプログラムを書くエリアとなってきます。そしてマイクロビットに、プログラムを保存する場合には、まず USB ケーブルで、接続してやってマイクロビットを接続します。そして、マイクロビットに送るを押します。そうするとこういう画面になりますので、次、そしてマイクロビットを選んでやって接続するとプログラムがこういう形で書き込まれます。最初に、書き込む場合は少し時間がかかります。そして、ここでプログラムを作るときですね、ちょっとリファレンスのところを見ていきましょう。こういう形で例が出てきますので、例えばイメージを選択っていうのですね。笑顔っていう風にすると、ここに、スマイルっていう形でプログラムが変更されました。これをこういう風な形で持っていって、ここで付け加えるってことですね。もちろんここで直接変更することもできます。そしてこれを送る。で、こういう形で書き込みができます。そしてこちらの方ですね、シミュレーターです。こちらの方、このプログラムがここで実行されています。で、シミュレーターはこう A ボタンとか B ボタンこっち直接押すこともできますし、こちらの方で A ボタン B ボタンっていうような形だったりですね、光の強さ、こっちは温度ですね、温度をこういうふうなシミュレーターの設定値を変えるようなこともここでできます。で、ここの真ん中はこれですね、シリアルを表示って書いてます。これはエラーがもし起こったらここに表示されます。それから例えばですね、ここに、プリント文をここで、プリントと書いてやって、例えばプロスタートっていうふうに書きますね。そうするとこれの結果をコンソールに表示させることもできます。こういう形ですね。ここの結果がここに表示されるっていうコンソールとしての使用も可能です。それでは簡単なプログラムを作ってみましょう。A ボタンを押したら数値が1ずつカウントがアップする。B ボタンでカウントがダウンするっていうプログラムを作ってみましょう。まず、プロジェクトで、プロジェクト名を、つけましょうかね。で、カウントアッププログラムにしましょうかね。で、ここで基本的ひな形が表示されています。ここでこの部分は必要ないのでここを削除しましょうか。で、まずここで A ボタンが押されたときですね。リフボタンで A ボタンが押されたとき、これをここに持っていきましょう。
ここでまずはここで、n イコール0にしましょうか。で、ここで押したら A って押しますよね。ここで n イコール n プラス1にしましょうか。そしてこれをここに表示っていうことですね。スクロール、ここで、N これを実行すると1、2というような形でカウントアップしますよね。そしたら今度は B であったら今何も機能してないんですけども、今度は B が押されたらというカウントダウンするようにここで、コピーしたのをここ貼り付けてやって、ここで、B ボタンがプレスされたらここでマイナスというふうにすると1、2、3、2、1、0こういうような形でプログラムを作成することができるという例を紹介しました。